細菌は人のさまざまな部位に感染します。例えば筋血症は血液中に細菌が存在する状態であり、それにより全身性の炎症症状を伴う感染症が敗血症です。局所的な感染症には髄膜炎や感染性心内膜炎、呼吸器感染症、胆のう・胆道感染症、腸管感染症、尿路感染症、性感染症などがあります。その主な原因菌は感染症によって異なり、さらに年齢や健康状態などの患者背景、国や地域、市中か院内かによっても異なります。例えば日本での敗血症の原因菌は、新生児では大腸菌や B 群溶血性連鎖球菌、乳児や幼児ではインフルエンザ菌や肺炎球菌、成人では黄色ブドウ球菌や腸球菌、緑膿菌などが多く検出されています。緑膿菌は薬剤抵抗性が強く、生体の感染防御力が低下した場合などに一旦感染すると治療が困難になることも少なくありません。こうした細菌を同定する際には、一般的にグラム染色が行われます。青紫色に染まる細菌をグラム陽性菌、赤色に染まる細菌をグラム陰性菌といい、また形態から球菌や肝菌などに分類されます。グラム染色による違いは、細菌の表層構造の違いによるものです。グラム陽性菌は細胞質膜と呼ばれる細胞膜と、その外側を覆う厚いペプチドグリカン層からなる細胞壁を持っています。細胞壁は内部の高い浸透圧から菌体を保護し、形態の維持に働きます。人の細胞はこの細胞壁を持っていません。ペプチドグリカンの構成単位は糖の N アセチルグルコサミンと N アセチルムラミン酸、ペプチド差からなるムレインモノマーです。これが重合してグリカン差を作り、さらにペプチド差同士が結合することで強靭な網目構造となります。グラム陰性菌の細胞壁はペプチドグリカン層が薄く、さらに外膜と呼ばれる細胞膜が存在します。外膜にはさまざまなタンパク質が含まれ、その多くは外部から物質を取り込む働きをしています。代表的なものがポーリンで、穴を形成して低分子の取り込みや排出に関与しています。なお、原核生物である細菌は核などの細胞小器官を持たず、 DNA や RNA、 リボソームなどはそのまま細胞質膜に囲まれて、さらに細胞壁などが覆っています。抗菌薬はこうした人の細胞とは異なる細菌特有の構造に直接作用することで選択毒性を発揮します。作用部位の違いから細胞壁合成阻害薬、タンパク合成阻害薬、 DNA、RNA 合成阻害薬、細胞膜障害薬に分けられます。